皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、私の方がね、雁木プラス右玉という形に組みまして、相手の方が左美濃からね、腰掛け銀に組んで攻勢を取るというね、相手の方の攻め、私の受けという構図で中盤が進んでいきました。指し方のポイント、局面の分岐点などをね、解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番ですので、大津のね、画面とは、大盤がね、逆になってしまいますが、慌ててね、ご覧いただければなと思っております。先手2六歩、3四歩に2五歩と、3三角と、ね、早めに飛車先を決めてこられました、相手の方ね。で、7六歩に4四歩、そして4八銀、4二銀、6八玉。先手の方は居飛車がはっきりします。ここで私の方は分岐点ですね。4三銀と上がって、飛車を振る形もね、よくある、本当にね、振り飛車党の方ならそうさせるようなとこですね。実戦はここで8四歩と、私は居飛車を選択しました。近年ね、結構ね、居飛車党の人でもこういうスタートからね、居飛車をして雁木に組むという形がね、比較的流行してると言えますね。プロ棋士の間でもね、人気のある指し方です。で、8四歩に対して、7八銀、そして8五歩と。この時に、先手の方が分岐点ですね。7七銀と上がって7八玉から、矢倉のね、早囲いの形ですね。で、角を引いて使うという、こういった形ですね。これも一局の将棋で、非常に有力な指し方なんですけれども、本局ね、先手の方はこの8五歩にね、7七角とね、角で、8六歩の歩交換を阻止してきました。こうやることによってね、実戦で見られるように、矢倉はね、組めないんですけど、左美濃でね、より角道が通った状態で引く形よりもね、積極的な形で攻撃形を作るという構想ですね。で、7七角に対して私は4三銀、そして4六歩、3二金、5八金右と、で6二銀、3六歩、5二金、1六歩、1四歩と、そして、3七桂とね、非常に積極的だね。この時にね、分かりやすいですね。このね、矢倉の形にしてますとね、角道が止まってますから、ある程度、4五歩のね、仕掛けに対しては対応しやすいわけですね。角の形になってますから、いつでもね、4五歩から角交換をしてね、戦いになる火種がね、あるということですね。で、実戦は、この3七金に対して6四歩と。ただね、ここですぐ4五歩と仮についても同歩って取っておいてね、そんなに攻めるのは簡単ではないですかね。3三角成でしたら同桂と取ってちょうど4五桂をね防ぐ形になりますし、4五歩同歩同桂とね言っても7七角成とね角を交換しまして同銀でね、角と歩をこう持ち合うんですが、4四歩と打っておけばね、まだね、先手の銀が攻めに参加してませんから、そんなで一気にね後手が潰れてしまうということはないでしょうね。はい、ただ後手の方としてはね、いつでもこの先手が、7七角の形なのでね、速攻を仕掛ける可能性があるのでね、十分に警戒しておく必要はあるということですね。実戦は6四歩に対して2六飛車とね、これはね、手待ちの一種と、あと桂頭をね保護してどこかで3五歩同歩と突き捨てて攻めてった後にね、飛車が下ですと3六歩の傷があるんですけど、飛車が上ならば3六歩と突かれる傷がないということですね。はい。で2六飛車に対して私は6三銀と上がりました。で4七銀と銀を使ってきまして7四歩、そして7九玉。この手も大きい手ですよね。7九やっぱ6八ですとちょっと不安定なので、7九玉と引きました。で7三桂と。ただね、先手の方も、2六飛車4七銀7九玉の3手っていうのは非常に有効な一手なんですけれども、後手の方もね6三銀から7四歩7三桂とね駒が動いてきたのでね、一方的に攻められちゃうということがねなくなってきてるわけですね。駒が働き出してますからね。で7三桂に対して5六銀と腰掛けました。さてこれでね、いよいよ先手の飛車角銀桂が攻撃態勢に整ったので、次は何か仕掛けてこられそうな感じですよね。次の後手の先手の仕掛けに対してね、後手は一手の猶予があって、その一手をどう使うかということですよね。例えばね、4二玉や4一玉とこちら側に囲っておくのも一つの方法ですよね。これで仕掛けてきてもね、どこかでこう6五桂とか反撃していけばね、十分戦えるかと。
実戦は6二玉と、これね右玉に構えて飛車角銀桂がねこう、まあどう見てもね4筋2筋方向を攻めてきそうですから、早めに王様を戦場から遠ざかってね、ある程度守備的な指し方ですね。なぜかというと、こちら側に玉が行くとね、先ほど言った6五桂、4一玉型だと6五桂みたいな手があるよって言ったんですけど、6二玉の形でね桂馬を飛ぶと、例えばです一例ですけどね、9五角みたいな手が王手になったりしますので、少しねこう6五桂の反撃はできなくなるんですが、その代わり王様がこちらが戦場から遠ざかるという利点があります。この後実際ね、先手が激しく攻めてきたんですけれども、その時にね6二に王様がいる形が生きてくるんでね、是非ね、この後のね進行をご覧いただきたいんですが、実際6二玉に対してね先手は3五歩とね仕掛けてきました。先手もねこれ以上ね駒組みするのは結構難しいんですよね。8八玉とか入っとく手がプラスになるかどうか、例えば8一飛車の一手と変わった時にね、王様入る手はね部分的に見ると美濃囲いの好形になるんですが、例えば後手が一歩持ちますと7五歩同歩7六歩みたいな手ね、これ一歩持てばの話です。こういう手が嫌なんですよね。でこの時に、7九玉型ですと8八角とねこちらのラインにキープしていけるんですけれども、8八に王様が入っていると6角だと6五歩でね角が追われてしまいますし、角が下がると例えばですけどね4五歩と使うとこれ一気にね先手はピンチになっちゃうんですよね。ですので、現状はもちろん先手に後手に歩がないので8八玉と入る手はあるんですけれども、後々ね、本譜のように例えば3五歩同歩とか仕掛けてたと歩が入ると7五歩が厳しくなるということですよね。ですのでこの局面は、後手は次、ほぼ8一飛車というのが味のいい手でこう受けに効いてくるんですけど、先手はこの後手の8一飛車以上にね、なんていうんですかね、有効な手が難しいんですよね。というわけで、実戦は3五歩とここから中盤戦に突入します。3五歩同歩1五歩、そうですね、この時に先ほど言ったように飛車がもし2八ですとね3六歩と突く手がありますよね。2六飛車というのは、この仕掛けを見ていたということになります。3六には同飛車で問題ありません。1五歩同歩、そこで、2四歩とねバンバン歩をついてねバンバン攻めてきます。同角ですと、4五歩の時にちょっと斜めのラインが受けにくいので、同歩と取ったんですが、同歩に対しても4五歩とね突きました。さあ、ここがね、分岐点ですね。8一飛車と引く手も考えられますね。8一飛車と引いて、4四歩に、同角と取るようなね対応の仕方もね。ただね、同角同銀と進めばこれは結構ね、先手も攻めにくいんですよね。飛車が走って11飛車のように見えますが、飛車が横利いてるんでね。ただこれね、同角ではなくて4四角の時に5五銀という手がちょっと気になるんですね。もうね角効果を阻止する手がね。で例えば3三角なら4五桂、2二角なら4四歩といった感じでね。これも簡単ではないですけどね、3四銀とかかわしてね簡単に攻め潰されるわけではないですけれども、ちょっとね押し込まれてしまうので、この変化もあったと思うんですが、8一飛車はねどうしても指したい手でも一つなんですけど、同歩とね、ぐっとこらえて、対応しました。で、3三角成と取りまして同桂と。さあここでね、先手は今角を取ってどうするかなんですけど、実戦はね6六角と打ったんですけど、6六角ではねいろんな手がありましたよね。ただ4五桂と飛ぶ手は同桂同銀にどちらもあるんですけど、この場合5五角がありますかね。5五角と打って香取りと、あと受けた時にね3七角の横になっていく手もありますね。あとはこっちらに角打つ手もあって、飛車が引けば5五角成が銀香両取りになるということで、これはね先手も簡単に攻めきれる案じゃないですね。ただ一つねテクニックとしてあるのは、この時に1五香という手は考えられたと思いますね。ここでボンと捨ててしまって、で同香と取られてね、すごく香車ただ捨てたみたいなんですけど、こうしておいて2四飛車と走ると。先手だけ理想だけ言うと2三歩ならこのね香車を捨てた裏に飛車を回るとね、これが結構攻めのテクニックで、これもぜひ覚えていただきたいんですけど、香車を捨てておくと裏に回ってね飛車成りがと香取りでね大成功。これいう感じもあったと思いますね。ただどうでしょうか、1五香の時に後手の手番ですから、例えば何かね、2五歩と突くとか、あとは、
1五同香2四飛車の時に香車こっちですね、すみません、8一飛車と引くような手もね受けの手筋ですね。こう引くことによって、飛車成りを消すと。で飛車を仮にですけどね、飛車を寄ると、香取りなんですけど、先ほどと違ってね1一飛車は成られないので、この瞬間ね後手の場合になるか、例えば3六歩と突くとか何か反撃していくとか、ただ1五香とね捨てて攻める手は有力だったと思います。実戦はこの時に6六角とね、これも急所のラインで打ってみたい角ですね。こうやることで4五桂といけるということですね。ただ6六角だったんで8一飛車とね、この手が引けたのはこの手ねやっぱり大きい手なんですよね。飛車を引いて横に利いてくるっていうのはね。で8一飛車と待望の飛車引きで、ここでもちろんね8六歩もあったと思いますね。8六歩同歩同飛車と8七歩なら飛車を引いて一歩交換して寄り解くとね。ただ同歩同飛車の時に8七歩と打つ一手でもないのでね、実際は手堅く飛車を引きました。で8一飛車に対して4五桂と、これはね先手の狙い筋なんですけどね、同桂同銀と。でこの時に、5五角と打たれる手を消してるんですけれども、3七角がね結構この形のね急所のやはり角を打たれていると言っても急所の反撃なんですね。飛車を2七飛車なら香車を取っといて十分です。実戦は2四飛車と走ってきたんですが、6五歩とね、角をこう通すこの手がね非常に味のいい手になりましたね。飛車が利いてるので1一角ないとね香を取るわけにもいかないですから、実際は7七角と辛抱したんですけど、そして2三歩とね飛車を追いまして、2七飛車なら1九角成で、不満がないようなとこですね。で2九飛車とさあ引きました。で局面がね一瞬これで、収まったというかね一つの節目なんですけど、ここでね、私の方としてはね次の手が期待の反撃ですね。現状角がこうね効いているので4四歩と打っても同銀同銀同角とね手順に攻められちゃう格好なんですね。ですのでここで7五歩と、ここがね美濃囲いの一番の弱点になりますね。この角が1一にね香車を取りながら取れないっていうのが一つミソですよね。同歩ならば7六歩の時に非常に息苦しい形になります角が。で8八角なら例えば8六歩同歩8七歩と同銀に9五桂ですね。これね結構これね玉と飛車はねよく近づいちゃいけないって言うんですけど、やっぱり玉と角もそうですよね。近づくとこうまとめて攻められちゃうんでね、これは一気に優勢になります。そしてねこの右玉の王様に近い歩で怖いんですけど、この角が心強いんですよね。この角はこう間接的にウィークポイントを守ってくれてるので7五歩と突きやすいということですね。で結構この7五歩が本局ね厳しい手になりましたね。実際7五歩に対して4四歩と、攻め合いなんですけれども、右玉がね生きてるんですよね。王様が先ほど言ったんですけど、こちらにはもちろん香車を取られてもありますし、こう4四歩と打たれるようなね攻めの時でも全然安定度が違いますよね。やはり一手早くこちら側に逃げてる格好になっているので、4四歩にも5四銀左とぶつけまして同銀同歩と、そして4三銀ね。これ部分的には非常に厳しくてね、何回も繰り返したんですけど、王様ここにいればもうねすぐにでも寄ってしまいそうな危険な銀打ちなんですけれども、この瞬間に7六歩と取り込む手が効くわけですね。で、やはり角が相当逃げる場所が難しいと。例えば6八角とこう逃げてくるとこう5五角成がね、これはもう絶品の一手ですよね。次に8八銀までの詰みとこう馬がね睨んでますから、もう一気に受けが難しくなるようなところです。実戦は8八角でもやはり8六という手があるので、先手の方はね3二銀ならずと取ったんですけれども、7七歩成と角を取りまして、で同銀に7六歩と、先手の攻めもね、ある程度の戦果を上げているんですけれども、ある意味右玉の理想的な感じですよね。左側をこうある程度受け流して、こちら側の例えば桂馬を攻めに使っていくというようなね感じですね。4三歩成となれば
この攻めも非常に厳しいんですけれども、7七歩成がね、それに勝るもういきなり詰めろになるわけですよね。で角が繰り返しなんですけどこう効いてますから、5二と同銀の後がねそんなに簡単に後手玉はね詰めろがいく格好じゃないんですよね。ですので、7六歩に、実際はね8八銀と辛抱しました。同銀と取る手には5五角成と、やはりここになる手がね絶好の一手になるわけですね。で香取りで、歩を受けるような手には例えば6四桂という感じでね、上からどんどん攻めれるわけですね。次7六桂厳しいし銀が逃げれば7六歩という感じで、どうですかね、この馬がもう安定してて追われては今度この歩取れますから、これははっきりね、後手の攻めが、急所を捉えています。実際はね5五角成を、軽減すべく8八銀っていうのはね5五角成を先手にしないようにした受け方なんですけれども、8六歩がね、ぴったりの追い打ちになりましたね。これもやはりね4三歩成には8七歩成の方の攻め合いの方が厳しいですから、実際は同歩と取ったんですけれども、8七歩とね壁の銀にね、手をかけてるように見えるんですけれども、やはりこれをやっておいて同銀に次の手がねもう急所中の急所なわけですね。5五角成と硬いように見える美濃囲いなんですけど、美濃囲いをこう縦から攻められるとね、あと角に弱いんですよね。こういう展開になるとね粘りがとても難しくなります。実際次ねこれ4三歩成なんですけど、他の手もねちょっと難しかったですかね。もう香取りという7七歩成が待ってますからね、こう銀で取っても、角を打っちゃう手もありますしね、銀とか角を打っちゃう手もありますし、桂馬打ってね先ほどのように角を銀から角をねなんていうんですかね、とどめに回す指し方でもね飛車も走れますし、ちょっともう受けが効かないですね。実戦は4三歩成とね指したんですけど、これはね一気に詰みが生じました。8八角と打ちまして、で8八角に対してね、玉が上がるなら7七歩成です。6八玉と逃げてねこう逃げ出せそうなんですけれども、7七角成となったところで、先手の方の投了となりました。以下はね同桂と取るしかないですが、同馬とやはり馬が侵入しまして、王様を7九にね引くしかないですが、銀を持ってるんで8八銀で詰みということで、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。右玉という指し方はね、相手の方のね攻めに、最初はこう受け身になりがちなんですけれども、うまくね攻めをこう対応していく中でね戦力を整えて一気の寄せを決めると、右玉としてはうまくいった内容だったんではないかなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。